はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。まずはご報告なんですけれども、目標にしておりましたチャンネル登録者数1000人、先日達成することができました。いつも応援していただいている皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。まだまだ未熟なチャンネルではございますけれども、これからもいろいろと情報をお伝えしていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。今回は包丁のメンテナンスの仕方や保存方法など取り扱い全般をお伝えしていきたいなと思ってます。こういった保管による錆とか切れ味もだいぶ悪くなっている包丁が家にあったりすることもあると思うので、磨きや研ぎの実践を踏まえながらお送りさせていただこうかなと思ってます。こういった鋼の包丁は保管によって錆が出ることが多いんですけれども、まずはポイントを4つほどお伝えさせていただこうかなというふうに思います。1つ目は、お分かりだと思うんですけれども、よく洗ってしっかりと拭き取るという、水分がやっぱり一番大きな原因なので、意外に拭き取ったつもりでも拭き残りがあったりとかすることがよくあるので、一番良いのは拭いた後に熱湯をかけてですね、軽く拭き上げると水気が残らずいいのかなというふうに思うので、そんなやり方もあります。で、二つ目は湿気の多い場所に置いておくとまた錆びやすくなります。なので、1ヶ月以上使わないような場合は、植物性の油を塗って表面をコーティングしておいてあげると良いですね。サラダ油なんかでも短期間の場合は大丈夫なんですけれども、長期だとちょっとベタついてしまう、落ちにくくなる汚れになったりしますので、少なくとも1年に1度は塗り直せばサラダ油でも大丈夫かなと思います。できれば包丁専用の椿油とかそういったものを使うのが一番ベストですかね。刀などは長寿油なんていうのも塗ったりもしますけれども、そういったものでコーティングしておくと錆びにくくなります。で、3つ目は新聞紙で包んどいてあげると通気性とインクの油分が錆防止の役割を果たしてくれるんですよね。とても効果があるというふうに思いますので、後で簡単な巻き方なんかもお伝えできればなというふうに思います。あと4つ目はシンクの下の包丁差しに置いておいたりすることが多いと思うんですけれども、湿気がどうしても水回りって溜まりやすいので、そういったところではないところに置いてあげるというようなことをしていただけるといいのかなという感じです。簡単な手間なんですけど、そういったことをしていけば包丁はほとんど錆びにくくなりますので、ぜひこのポイントを押さえて保管していただければなというふうに思います。で、今回使う包丁は大阪の堺にある堺東寺さんという薄刃の包丁と柳包丁2本をメンテナンスしようかなと思ってます。こういった鋼を使った包丁の場合は黒錆と赤錆というのがあるんですけれども、黒い錆の方は比較的包丁を傷めることはないんですけれども、これも赤錆でしょうかね。中に入っていってボロボロに傷めていくんですよね。できれば早めの手入れが必要な錆になります。赤錆。なので今回はこちらの包丁を使って磨いてきれいにしたり研いだり新聞で巻いて保管したりと取り組んでいってみようかなと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ちょっと汚れを取っていきたいんですけれども、こういった耐水ペーパーでこすってこの錆を取っていこうかなと思います。基本的には傷をつける番手が粗いものから細かいものにしていきながら汚れを取って磨いていくという風な感じになります。ほとんど刃がついていない状態なので、300番の粗砥石でしっかり研いで返りを出して、中砥石1000番、マグネシアタイプの砥石なんですけれども、こちらで整えて、最終的には5000番ぐらいの仕上げですね。こちらで切れ味を増していこうかなというふうに思ってます。ではちょっと始めていこうかなと思います。はい。ではまず耐水ペーパーで錆を取ろうと思います。どっちにしても切り刃の部分は研いでいきますので、ちょっと軽く錆を取る程度で、こちらの平の部分の汚れを主に取っていこうかなと思います。直接行くと手が危ないので、磨きの消しゴムなんですけれども、こういったものでガードして磨いていきます。
それほど錆が強く入っていないので、比較的簡単に落ちますね。これぐらいで手入れしておくと後が楽です。このまま放っておくとかなり取れない錆になっていくので、できるだけ早めに対処するとメンテナンスも楽になります。だいぶ落ちますよね。では薄刃の方も磨いていきます。はい。こういった形で400番、600番、800番、1500、2000磨いてみます。はい。これで2000番まで磨きました。だいぶ綺麗になりましたね。この切り刃のところは今から研ぐので、ほとんど汚れを取ったぐらいなんですけど、平を中心に錆は綺麗に取れたんじゃないでしょうか。ちょっと深く入ってた、この辺は落ちきれないんですけれども、かなり綺麗になったと思います。通常、研いでから磨くという風なパターンでいいんでしょうけれども、今回は錆がだいぶあって汚れていたので、磨きから始めました。耐水ペーパーもこんなボロボロになって、だいたい5分ずつぐらい磨きました。もう磨いてる単純な動画になるので削除してしまいましたけれども、一つ気にしていただきたいところが、刃が内側に浮いてるとすごく危ないので、必ず接地面のとこにグッと押し付けるような形で浮かないようにして、どうしても夢中になってやってて、刃が浮いてしまうと本当に危ないので、そこだけは十分ご注意してやっていただくようにしてください。はい。では、荒砥石300番から研いでいきたいと思います。いつものようにしっかり水につけて、面直しをして平らにしてから始めるようにします。包丁は45度。こういった柳の場合は、このしのぎ筋のところをペタッと当てて研いでいけばいいので、こういう風に動かすことはないです。研ぎやすいかなと思うんですけれども、全部同じような回数研いでいかないと刃が曲がっていってしまうので、手を動かしながら最後ちょっと鳴らしてあげる。そんなような形になると思います。では始めます。あともう一個ポイントとしては、この先端を当てるときは気持ち上に上げてあげないと、ここが当たりきらないので気をつけていただければなと思います。はい。切り刃を当てているんですけれども、当たってないところだけまばらにわかりますね。ちょっと最初に確認し忘れたんですが、こういう柳包丁は刃が曲がることがあるので、そういったのを修正してから研ぎ出さないとうまく研げないです。なので、反りを確認して研いでいくようにしてください。柳の方、荒砥石当てました。なかなかベタッと当たりきらなかったので、長めに研ぎました。ちょっと薄刃の方に移りたいと思います。薄刃は平行なので、へこんでしまうとまな板に当たらなくて食材が切れなくなるので、前後、真ん中は必然的に研げるので、あんまり強く研がないようにした方がいいんじゃないでしょうかね。変形してからだと直すのが大変になってしまうので、気をつけるようにしてください。はい。薄刃と柳刃、荒砥石で当てました。じゃあちょっと中砥石に移っていきたいかなと思います。こちらマグネシアの砥石ですので、水につけずにそのまま使えます。では、研いでいきます。はい。まだ裏側は一度も研いでないので、この辺で一回当てようかなと思います。はい。こんな感じで、次薄刃の方行きます。ベタ研ぎはしてるんですけど、いっぺんにこの切り刃のところは砥石に当たらないので、しのぎの方をちょっと意識して、その後真ん中を意識して研いで、最後にちょっと刃先の方を研いでるという形で3箇所、それでちょうどペタッとくっつくかなとですね、ここの押さえる強さで調整してるぐらいです。はい。1000番の中砥石、刃の黒幕でだいぶ整えました。では最後ちょっと仕上げ砥石に移って研ぎの方は終了したいと思います。では仕上げ砥石当てます。仕上げをしっかり当てておくと切れ味の持続性とかかなり上がるので、ぜひ仕上げ砥石を当てるようにしていただけるといいかなと思います。はい、切り刃が滑らかになるので、スッと入りが良くなると思います。研ぎ方は荒砥石も中砥石もこの仕上げ砥石もほとんど変わりません。だいぶ光りますね。鋼のところなんかピカピカになります。それでは研ぎと磨きが終了しました。
はい、こんな感じです。最後に綺麗に洗ってですね、ちょっと熱湯をかけて乾かしてみたいと思います。柄のところも綺麗に洗剤でこんな形で綺麗にして、ちょっと熱湯をかけるんですけど、まな板などに乗せて、少し今お湯を沸かしたので、全体的にお湯をかけてあげると、皮もはい、この状態でしっかり拭いてあげると、この辺のつばのところとか、比較的水分を拭ききれない時があるので、しっかりと水気を取っていただきます。で、すぐしまってしまったりすると、まだ水分が残っているので、ちょっと乾かしておくようにします。はい。研ぎと磨き終わりました。どうでしょうかね。だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。サビはもうほとんどついてないような感じがしますね。深いサビはちょっと取り切れてないところあるかもしれませんけれども、かなり綺麗になったと思います。はい。それでは、ちょっと熱湯をかけまして、よく拭いた状態になってます。まだちょっと持ち手のところが湿っている感じなので、本来もうちょっとしっかりと乾かしてですね、まずバリ取りをします。それぞれ刃先についている金属片を取ります。切れ味だけ簡単に見ときましょうかね。まあまあ、ぼちぼちですかね。そして、長く保管することを想定してですね、油を塗ってみたいと思います。こちらは包丁専門の油なんですけれども、あんまりたくさん塗らなくていいと思うんですよね。こういったネルに染み込ませてですね、本当に少しでいいかなと思います。表面に軽く油がついてるかなという状態になってます。これで最終的には新聞で包もうかなと思います。これちょっと1/2の1サイズですね。柳包丁はちょっと刃が長いので、ここ1回折ります。で、ここにこういった形で包丁をセットして、で、折り曲げます。で、こっちの先を曲げて、で、ここをテープで留めると。こんな形になります。はい、じゃあちょっと薄刃の方もやってみますね。この端を、適当にというか、ここの幅で折ってですね。で、ここの根元に、こうセットして、ここで一回巻き込みます。そうすると、こういう形になりますね。で、先っぽをこっちに折り曲げて、あとは、ここで、ぐるぐるぐるっと巻いていって、最後、ここを止めると。そうすると、こういう形で新聞紙で巻き込めます。取るときも取れますので。はい。こんな形で包んでいただけるといいかなと思います。ということで、道具を大切にするのはとても重要なことですので、手間がかかるような感じはしますけれども、ぜひ錆びかかっている包丁などがあれば、今回の動画を参考にメンテナンスしていただければなというふうに思います。その他私のチャンネルでは包丁や砥石に携わること全般いろいろと配信しておりますので、よろしければそちらも見ていただけるとありがたく思います。それではこれで今回の動画は終了とさせていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。